こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは普段の日常や海外の旅の様子を配信させていただいております。で、前回の動画からかなりね空いてしまったんですけれども、この後はですねまた前回同様更新頻度を高めてですね随時更新していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。で、今回紹介する動画はこれまで紹介してきた2024年5月から6月のヨーロッパの1ヶ月の周遊にかかった費用の総額を紹介したいと思います。で、その前にですねちょっと軽く総集編も作りましたので、どのぐらいね費用がかかっていったのかなっていうのを想像しながら少しご覧いただけると嬉しいです。あとチャプターもつけていますので飛ばしてご覧いただくこともできますのでご活用ください。で、実はですね前回もそうなんですけれども、実際にかかった費用っていうのは一覧にしてまとめることがなかったので、今回もね旅を終えた1年後に改めてこうしてね再確認することになりました。それでは、まず一旦はですね総集編の方をご覧ください。今回はですねアナの特典マイルを利用して旅をしてきたんですけれども、まず最初は、アナのビジネスクラスに乗ってシンガポールへ向かいました。今回が初めてのビジネスクラスだったので、すごくね空港ラウンジからワクワクしたのを思い出します。最初に向かったのはシンガポールです。で、シンガポールはトランジットなんですけれども、トランジットホテルに滞在して、その後はフリーツアーに参加をしました。このフリーツアーはねシンガポールが独自に行っている企画で無料なんですよね。 2,3 時間ぐらいのツアーなんですけれども、でその後は飛行機の時間までまだね時間があったので、視聴者さんとお会いして手芸店巡りとか、あとお食事をご馳走してもらったりして、短い時間だったんですけれどもすごくね楽しい時間を過ごすことができました。で、滝をね見ることもできました。で、夕食は、節約のためね空港ラウンジの方でいただきました。で、今回ねそのフランスのパリに向かうんですけれども、この時はね深夜便だったんですね。飛行機は寝るだけの感じだったんですけれども、座席はね一番後ろの席を取りまして、2人席だったんですけれども、ちょうどねご家族連れの方でしたね。で、パリは凱旋門の上に登ることを今回はねしたいなっていうふうに目標だったので、まず最初に向かったのが凱旋門の上でした。で、滞在先はエアビーになります。で、ほぼねエアビーも予算内で宿泊できたんですけれども、ホテルがねとにかく高かったんですよね。なのでエアビーにしたんですけれど、それでもねやっぱり高めでした。ただ、もうちょっと高くてもね市内に近い方が良かったかなっていうふうには思ったんですけれども、滞在先のホストの方によくしていただいたので、総じてね満足をしております。で、パリの滞在中は、モンマルトルっていうところに行って、布問屋街ですね、そこで生地とかを見つけて、いい生地に出会ってたくさんねお買い物をしてきました。あとねフランス料理もねいただきました。エスカルゴがね結構美味しかったですよ。なんか有名な通りがねノートルダム寺院の近くにあります。で、続いてですねリスボンに向かいます。実はねこのねリスボンに向かうその前日かな、ちょっとパリで体調を崩してたんですよね。少しね熱っぽいなっていう感じがあったんですけれども、ちょっとだましだまし過ごしておりました。なんだけど、このリスボンに向かう飛行機を待ってる搭乗口のところで、このリスボンまではねビジネスクラスが取れたので、マイルだったんですけど、そのビジネスクラスしか座席が選べなかったような感じなんですよね。で、その搭乗口もファーストレーンなのですぐ並べたんですけど、ちょっと5分も経っていられないぐらい結構具合が悪かったんですよね。でも飛行機に乗っちゃったらもうお酒飲んだりとかできたんですけど、とにかくね座らないと立ってられないような状況でした。で、そんな感じでホステルに一泊をしたんですけれども、深夜着なのでその時はもうドミトリーの滞在にしました。で、体調がね悪いなって思いつつもですね市内のフリーツアーっていうのがそのホステルで企画してるのがあったので、それに参加してきました。でもこれはねホステルに滞在していなくっても市内観光とかっていうのはできるみたいです。で、午前中はね街歩きをしたんですよね。で、体調悪い中でも街歩きをしつつ、でも午後はねさすがに喉が痛くなってきて、でちょっと熱っぽいなっていう感じもあったので、もうさすがにちょっとこれまずいなと思って病院に向かったんですよね。
でここでは扁桃腺熱っていう風に診断されたんですけど、周りでね結構咳してる方多かったので、それがちょっとうつっちゃったのかなと思って、いや多分コロナだったんじゃないかなっていう気はしてます。で翌日はねもうね熱は下がったんですけれども、一応ね観光は諦めてホテルでゆっくり過ごしたっていう感じなので、リスボンではねほとんど観光っていう観光はねできなかったんですけどね、でも街歩きだけでも比較的ね楽しめました。で続いてですねモロッコに向かいます。でリスボンからマラケシュに向かったんですけれども、これはね LCC を利用しました。で初めてのねアフリカの地の上空を飛んだんですよ。なのでねその飛行機からの眺めもねいつもと違ってね新鮮でしたね。いつもはね建物がうわーってなってるところを飛行機飛んでいくんですけどね、もうなんか砂漠地帯一帯が砂漠地帯でねすごいねなんか不思議な感じでしたね。でモロッコではですねちょっと病院でもらったこの抗生物質っていうのがあるんですけど、このね副作用がねちょっと強くてですね、ずっとね胃腸が不調だったんですよ。それに加えてそのモロッコの独特のその香辛料の高い食事でちょっと悪化したような感じでした。で時間とともにね流れてくるねアザーンっていうのがあるんですけど、ちょっと独特なね音楽が流れてくるんですけど、それがねちょっと体調が悪いなっていうのと、あと一人旅でちょっと寂しいなっていう気持ちと相まってですね、若干ねネガティブになってた時期ですね。で部屋にこもって作業してるっていうかね、ずっとパソコンやってるっていう時とかもありました。 YouTube とかね見てねちょっと心を落ち着かせてるような時間もありましたね。でマラケシュの最終日はちょっとね外に出るようになったら結構気持ちもね上がるようになってきて、で楽しみにしてたリヤドがあったので、そちらに最終日は移動して最後の滞在を楽しくね満喫することができました。だからねちょっと砂漠に行ったりとかそういう観光ができなかったのがねちょっと心残りですね。本当砂漠とか行きたかったんですけど、ちょっとおトイレが近かったっていうのもありましたね。ちょっと海外の薬はねちょっと日本人には強すぎるっていう気がするので、やっぱりね自分で薬を持っていくっていうのは大事だなと思って、今回なんで忘れちゃったんだろうと思って本当にね後悔しましたね。はい、皆様は自分のね普段飲んでる常備薬っていうのは必ず持参されることをお勧めします。はい、で続いてですねマラケシュからはフェズというところに向かいました。これはねマラケシュっていうかモロッコを調べてた時に結構皆さんが行かれてる場所をちょっと注目して調べてたら、私も見たいなっていうことでコースに加えたんですけれども、マラケシュからは電車でフェズに向かいました。砂漠の中を走る電車なんですよね。で飛行機にはビジネスクラスとかファーストクラスってあると思うんですけど、この電車にもねファーストクラスっていうのがあるんですよ。で座席もね結構広めでちゃんと指定席もあるので結構ね快適でした。であと車内販売でパンとかジュースとか飲み物とか売ってるんですけど、で現金のみであといくらで販売されてるのかね分かんなかったんですよね。で実際ですね普段クレジットカードの決済をしてたので現金の手持ちがほとんどなかったんですよね。なので唯一買えた飲み物だけ買ってたんですけど、そっからね多分6時間ぐらいね電車乗ったんですよね。でもうお腹空いたなと思いながらもちょっと我慢してたのもあったんですけど、でもそんな顔出てたのかな、なんかちょっと迎えにいたお迎えに座ってたご婦人の方がねいるみたいな感じで言って、自分が買ったパンを半分ちぎってね私にくれたんですよね。なんかねよっぽどね羨ましそうに見てたのかなとか思って、もうお金はね持ってないわけではないんですけど現金がとにかくなかったので本当ねもうありがたくてね、ちょっと大人なのにちょっと子供に見られちゃったのかなって思って、ちょっと貧乏旅行してるのかなっていう感じで見られちゃったのかなって思ったんだけど、でもすごいねその親切な感じがねありがたくてね感動しましたね。ちょっとお話とかね言葉はね通じないけどちょっと表情とかで感謝の気持ちを伝えることができました。そのパンもねフランスパンにチーズがね挟んであるだけのねほんとねちょっとしょっぱくってシンプルなパンだったんだけど、それまで朝食に出されてたそのモロッコの独特のパンがですねちょっと味気なくって、であとバターとか蜂蜜とかをかけて食べるんだけどなんかねちょっと飽きちゃうんだよね。だからそのフランスパンのチーズが挟んでるっていうただただシンプルなパンなんだけど本当に美味しかったんですよ。もう今でもね忘れられないですね。
でフェズの話になるんですけど、フェズの町に滞在している時は川のなめし工場っていうのに行きたかったので、そこを目指そうと思ってたんですけど、ちょうど到着したらですね、リヤドで勧められた日本語ペラペラのガイドさんがいるっていうツアーがあって、それをね申し込みました。なので1日ねそのガイドさんについてってもらって、ずっとそのフェズの迷路のようなねすごい細道がいっぱいあるんですけど、そこを歩いて結構楽しい思い出がいっぱいでした。ただやっぱりねああいうツアーって付き物なんですけど、お土産屋さんに連れて行かれちゃうので、断りにくい私としてはねちょっと酷な時間ではありましたね。でもね職人さん街とかねすごく見応えあったので、ぜひねおすすめです。で続いてですね、フェズからはシャウエンという町に向かいます。これはねバスで移動をしました。シャウエンはね青の町っていうので有名なんですけど、で私もモロッコのことを調べていたら偶然見つけた場所なんですよね。で町全体が青いってねどういうことなんだろうってね楽しみにしてたんですけれどもね、実際到着するとねもう遠くからでもね見えるぐらいね、その場所だけが全体的に青いんですよね。で泊まったホテルはそのスークみたいなとこ入っていく入り口にあったので、すごくね滞在としてはね快適でした。でなんとね無料でねスイートにアップグレードをしていただいたんですよね。なのでテラスのところが目の前になってて眺めも良かったし、で部屋も広くて快適でした。で朝はねそのスークの中を歩くのもすごくね楽しかったです。ただね油断するとね道端にねワンコのねうんこがね散乱してるんですよ。これがね結構汚くて、もう気をつけないといけない感じでしたね。であと犬とかもね放し飼いになってて、私動物全般ね実は得意ではないんですよね。なのでちょっと怖かったですね。おとなしかったから良かったんですけど、猫とかもねすっごく多かったですよ。で続いてねシャウエンから向かったのはタンジェです。タンジェっていう町はバスで移動しました。これはねモロッコは下が、マラケシュで、イメージするとそのフェーズシャウエンっていう感じで上に上がっていくような感じですね。でタンジェは一番上のところになります。でこのタンジェに向かうねバスから見えた道中でね緑色のね湖が見えたんですけど、これねすごく素敵だったのでね、今度は寄り道したいなーなんていうふうに思いました。でタンジェにはスペインに行くために北上していったんですけれども、本当は船で渡るプランもあったんですよ。でこれもねずっと考えていたんですけれども、ちょっとねその地図見るだけではちょっと地理感がつかめなくって、ここはちょっとね断念してタンジェで一泊をして、でそこから飛行機で飛ぶようになりました。で実はねここからも結構大変で、タンジェにバス停で着いた時にはもう現金が本当にわずかで、ユーロは若干持ってたんですけど、でディルハムがなかったので、外に出てもねクレジットカード使えるような場所があんまりなかったので、タクシーの運転手さんに ATM に一回寄ってくれって言ったんだけど、それがねうまくねやり取りが通じてなかったみたいで、一気にその宿泊先のエアビーまで連れてってもらっちゃったんですよ。で現金持ってたのがその、ユーロとそのわずかな現金だったので、だからユーロとその現地の通貨をちょっと合算するような感じで渡すっていう風にしたんですよ。そうしたらもう手持ちがね8ディルハムとかだったと思う。もう本当にわずかしかなくて、8ディルハムっていくらなんだろう、多分100円ぐらいしか持ってなかったんじゃないかな。なんかそんな状態だったので、エアビーについても何もできないからしょうがないなと思って、もうホテルっていうか、エアビーのねその滞在先にじっとしてるような感じでした。なので翌日の空港も現金がなかったので歩いて行きました。ウーバーとかがね使えないんですよね。でもともとね空港の近くに宿を取ってたので歩ける距離っていうふうには思ってたんですけど、想像以上にね距離があったんですよね。しかも暑かったし、で途中ね車で乗ってくみたいな感じ、タクシーみたいな感じの方にはね声かけられたんだけど、ちょっと危ないなと思ってやめてたんですよ。でそしたらね空港ちょっと手前ぐらいのところで家族連れの方が乗ってってみたいな感じで声かけてくれて、でお金ないって言ったんだけど大丈夫だよみたいな感じで声かけてくれて、で乗せてもらいました。ほんのちょっとの距離なんだけど、意外とやっぱりそれなりに歩くと距離があったのですごくね助かりました。でちなみにねその方とはね出国審査の場所でね再会できたんですよ。なので改めてねお礼を言うことができました。
でね、よくね知らない人にはついていってはいけませんよみたいな感じで子どもの頃からはね言われてますけれども、海外はね特にね気をつけなきゃいけないんですよね。でもね、私一応ちゃんと人のこと見てますのでご安心ください。で海外ではねたまにね私そういう場面に会うことが多くって、家族で旅行してる時も乗せてもらったりとかしてたんですよね。なので私もね日本で旅人見かけたらね声かけてあげたいなっていうふうにいつも思ってます。でね、モロッコはね最初ね怖いイメージがあったんですけど、最後はねすごいたくさんのね人の優しさに触れて心がね温まりました。それから続いてですね、スペイン・バルセロナに向かいます。で丹治からはねバルセロナまでねひとっ飛びなんですけれども、なんかね搭乗口がガヤガヤしてて何事っていうふうに思ったら、飛行機が飛ばないとか明日はなんか夕方まで飛ばないとかっていう人がいて、で何それと思ってちょっと英語話せる人を見つけていろいろ聞いて回ってたら、最終的にはね自分の飛行機ではなかったんですけど、実際このライアンエアっていうのがあって、それがね欠航したようで、みんながねうわーってすごい大騒ぎでめっちゃ怒ってて怖かったです。で、その日ね私ね実は夕方からサグラダ・ファミリアを観光する予定でチケット取ってたので、もしねここで欠航になったら予定がね全部パーになっちゃうなと思って、ほんと冷や汗でしたね。で聞いた人にねよるとね、このライアンエアっていうのは飛行機代が安い代わりに条件も厳しくって、あと欠航とか遅延がすごく多いので、聞いてた人の話によるともうこの飛行機は絶対避けてるなんて感じで言ってたので、私もね気をつけようと思います。でね、スペインはね今回初めての国だったんですよ。でサグラダ・ファミリアっていうのはずっとね教科書とかでも見てて、実際にいつか見てみたいなって、訪れたいなっていう場所だったので、今回念願が叶う形になりました。で中に入るとね全然想像してた中と違ってて、光の美しさがすごくって、もう心がね奪われました。で動画ご覧になった方は分かると思うんですけども、すごいたっぷり撮ってますので、皆様もねぜひ一生に一度訪れる場所として候補に入れていただけたらと思います。それからモロッコではお酒がね全然飲めなかったので、10日ぶりにバルセロナでお酒をいただくことができました。もう到着して最初に飲んだのがビールでしたね。もうちょっと動画見ながら笑っちゃったんですけど、でバルセロナはねスペイン料理もね楽しみにしてたんですよ。でお酒はもちろんなんですけど、タパスとかピンチョスとか、あとチュロスとかパエリアとか、もう食べ物ばっかり想像しててね、でもね実際どこでね食べてもね美味しかったですよ。なので、もうスペインはねまた行きたいなっていう国ナンバーワンになりましたので、次回実際ね今度マラガっていう場所に行きますので、食から楽しみにしています。でバルセロナの後はまたフランス・ニースに向かいました。今度はね南仏ですね。で南フランスもずっと憧れ持ってたので、すごくね楽しみにしてたんですよね。でちなみにですね、バルセロナの空港ラウンジはすごくね食事美味しかったですよ。もうここでもねピンチョスとかいただけたので、ラウンジに行かれる予定がある方はぜひチェックしてみてください。でね、このニース滞在中はねカンヌとかエズ村、モナコにも行ってきました。エズ村はねサボテンガーデンが圧巻でしたよね。でいい眺めの地中海とバス旅をね満喫してきました。でモナコではね高級車がずらーっと並んでる様子をね楽しんだりね、モナコサーキットっていうね実際にねサーキット場になってる市内の街を観光バスで走ったりして気持ちよかったですね。でカンヌはもともとね観光予定はなかったんですけど、インスタの DM とかからフォロワーさんがね声かけてくださって、ちょっと会ってみましょうみたいな感じで、お互いにドキドキだったんですけれども、車でねお気に入りの旧市街を案内してもらったりね、すごい充実してて楽しい時間でしたね。で私英語はねそんなに上手じゃないんですけど、伝えたいことは伝えられたかななんていうふうに思ってます。もっと上達したいんだけど、いつも思ってるだけでね何もできてないですね。また会えるといいなっていうふうに思ってます。で今もね日本に帰ってきてからもね DM で連絡を取ったりとかしてるので、またいつか会いたいですね。そういえばねニース自体はねあんまり観光はしていないんですけれども、地中海をね眺めるだけでも結構ね満足しました。で最後の地はですね、ヘルシンキですね。ニースからヘルシンキはフィンエアで、飛んでいきました。
でニースの空港はね、ラウンジがねすごい混んでてね、30分40分待ちですって言われて待ったんですけど、それでもね入れませんでしたね。ビジネスクラスに乗る方とか、そちらの方が優先だったみたいです。ちょっとね残念でした。でね、ヘルシンキはねちょうどね白夜の頃だったんですよ。で2023年に訪れた時は5月だったんですけど、この時はねもう6月なので、深夜なのに夕暮れなのかな、日の出なのかな、ちょっと分かんないぐらい空のね美しいグラデーションを飛行機から眺めることができました。ちなみにフィンエアは座席指定が無料ではないんですよね。有料になっちゃうので指定していなかったんですけど、運よくね非常口座席で結構広々だったんですよ。しかもね隣が来なかったので、窓際に移動してもいいよってことで窓側を座ることができました。本当ラッキーでしたね。で到着時はね飛行機が遅れたんですよね。多分30分か1時間か遅れたんですよ。で終電の時間がねもうギリギリで、空港着いてすぐに行ったらもう一番最後の電車でしたね。でヘルシンキの中央駅に到着したのはねもう深夜2時に回ってましたね。ただ、空はねうっすら明るくてね、駅の周辺はクラブミュージックとかが流れててね結構盛り上がってる感じでした。で今回はそのホテルで寝るだけって思ったので、ホテルに泊まると宿泊費はもったいないのでホステルを予約しました。でこのねホステルでもね宿泊費1万円ぐらいするんですよね。ドミトリーだったんだけどやっぱ高かったですね。でも綺麗なドミトリーで、またね利用したいなっていうふうに思います。でヘルシンキの2日目はホテルに移動して快適に滞在をしました。で目的はですね、私はやっぱり手芸講師ということもあってですね、マリメッコアウトレットなんですけど、今回も仕入れを目的にしておりました。で前回行けなかったね空港の方のマリメッコアウトレットに行ったりとか、あとカフェとかレストランとかスオメリンナ島とかも満喫して、比較的ねのんびり過ごすことができました。でね布をねたくさんねここで買ったので、一気にスーツケースがね1個分ぐらいねこれで増えましたね。でマリメッコのね帆布生地っていうのはね今はねもう日本で手に入れられなくなっちゃったので、もしねこれからヘルシンキに行ってマリメッコアウトレットに行くっていうねハンドメイド好きな方はですね、ぜひ素材にも着目してねいいお買い物をしてきてくださいね。ああいうところに行くときはですね、日本に売ってない生地を選ばれるとやっぱりねなんか自分の満足度が上がると思いますので、ぜひ参考にしてください。日本はね結構セールとかやって時々安くなったりとかするじゃないですか。そうするとね現地で購入した金額より安くなったり同じぐらいだったりとかすると、なんか得した気分になれないんですよね。ただね今円安なのでちょっと日本とねあんまり価格差がね感じられないかもしれないのでね、はい、ちょっとその辺はお財布と相談しながらお買い物をしてみてください。実はねヘルシンキから、日本に向かう飛行機はですね、ドイツのミュンヘンで乗り継ぎ予定だったんですよ。でここで1回ホテルっていうか、エアビー取ってたんですけど、ここで宿泊する予定だったんですけど、飛行機がね大幅に遅延しまして、それでちょっと空港から出ることができなくなってしまったので空港泊になってしまいました。でも快適だった、比較的ね寝れたから良かったんだけど、なんか予定外の空港泊になってしまったのがねちょっとがっかりですね。でもそういうのがちょっと旅らしさを演出するので良かったかなっていうふうには思ってます。ということでね、5月8日から6月8日まで丸々1ヶ月間ヨーロッパ6カ国とモロッコ周遊旅になりました。今ね振り返っても危険な目に遭うこともなくて、病気にはなったんだけど総じていい旅ができたかなっていうふうに思ってます。はい、ということで、今回の、総集編いかがだったでしょうか。ではですね、今回の旅でかかった費用を紹介したいと思います。まず飛行機代とか現地での移動費ですね。これにかかった費用は、合計すると19万996円、およそですね、19万1000円ですかね、かかりました。今回アナの特典マイルなので日本からの往復分は含まれませんので、現地での移動費が19万996円というふうになります。若干ね前後するとは思いますけれども、細かな計算をしたらこういうふうになりました。でアナの特典マイルで含まれるのは成田からシンガポールのトランジットで、フランスパリに行って、そこからポルトガルのリスボンまで向かいました。でそのリスボンからは自分で手配して、復路はヘルシンキから羽田までという風な感じになります。はい、続いてね宿泊費になります。
今回は1ヶ月間行きましたので29泊31日になりました。これはですね、支払いを終えているミュンヘン分も、含まれます。その宿泊費の1日平均、1泊平均は、実際ざっくり計算するとですね、9600円になりました。なんか1泊1万円の予算はクリアできたかなっていう感じです。続いて食費になります。食費はですね、全部の国をちょっとバラバラとまとめてみたんですけれども、全体にはですね、83,153円で、1日平均すると2300円になりました。結構ね、美味しいものも食べてきたつもりなんですけど、なんかそんなにお腹空いてなかったりするとそこまで食べなかったりとかもするので、このぐらいなのかな、私は平均的にっていうふうに思いますね。あとラウンジとかを利用して夜とかはそこで食べたり、ランチはそこでいただいたりとかしてたので、比較的高いものをいただいてた割には結構セーブできてたかなっていう印象です。じゃあ続いてアクティビティっていうのは入場料ですね。これはちょっとサグラダ・ファミリアに行ったりとか、あとなんかどっか行ったのかな、そうだ、凱旋門の上に登ったりとか、そういうところの入場料が含まれます。あとあれですね、バスにも乗ったりとかしましたので、スペインとモナコはバスに乗ってます。その部分が含まれています。で最後ですね、これはあんまり参考にならないと思うんですけれども、お土産とか雑費ですね。これは私のメインがですね、手芸用品ということで、かなりお高いです。びっくりしました。15万8437円になりました。全体の雑費が20万5387円なんですけど、お土産はですね、だいたい4万6950円なので、だいたい5万円ぐらいかなっていう感じなので、皆様はね、この手芸用品っていうのは関係ないかなって思うので、お土産とか雑費とかこの辺を参考にされてみてはというふうに思います。ということで旅の総額ですね、全部合計すると77万6938円になりました。でここからね、手芸用品とか布を購入している分をマイナスすると、61万8501円です。これは、日本からの往復の飛行機代を含めませんので、どうなんでしょうかね。これはちょっと安いのか高いのか、私の感覚ではちょっとわからないんですけれども、でも意外と私はこのぐらいで済んだんだっていう印象ではありますね。1ヶ月間たっぷり堪能してきましたので。であと宿泊費とかも比較的こうちょっと一箇所一箇所では高い部分があっても別の場所で少しセーブできたりとかしたので、平均値が取れたのかなっていうふうに思います。これがね、ホテルステイでできたら最高なんですけど、今のね円安時期ではね、ちょっとそれがなかなかね叶いそうにないですね。ということでね、約ね62万で今回の旅を終えたっていうことになります。プラス布代っていう感じですね。はい、ということで参考になれば嬉しいです。ちなみにね、前回のねアナの特典マイルの北欧5カ国の周遊旅の方も、動画の方で紹介しているんですけれども、こちらのかかった費用とかも、ぜひ参考にしていただけたらと思います。こういうね動画を作らなかったら表にしたりね、自分で視覚化することもなかったと思うので、とってもねいい機会になりました。ただね、総額を公表するっていうのはね、やっぱりちょっと勇気がいりますよね。これからね頑張って働きます。で最後に、旅の予算についてお話をしたいんですけれども、旅に行くときは皆さんもね旅の予算ざっくり決めると思うんですけれども、私はね全体の予算っていうよりは、まず決めてるのが宿泊代を、1泊1万円から1万5,000円っていう風な感じで予算組みをしています。で若い頃はねお金もなかったし、旅全体の予算を決めてから、この旅行をね計画していたんですけれども、なのでねかなり節約旅にはなっていました。例えばね宿泊費を含めて1日1万円みたいな感じだったんですけど、今はねもう実際ねこれといったね全体の予算っていうのは決めていないんですけれども、よっぽど高くならなければいいかなっていうふうには思ってますけれども、宿泊費だけは予算を決めるようにしています。なので今回のちょっと平均値を取ったところ、いい感じかなっていうふうなこの結果を見て感じております。で大体ねこのね宿泊費と移動のための飛行機代っていうのをベースにすると、全体の支出はそれほど高くなりすぎないっていう風な印象ですね。で
で現地に行ったらまずね美味しいものを食べて見たいものを見て、で後悔のない旅をするっていうのを今テーマにしているので、基本ね節約旅ではないんですけれども、でも現地に行くとねちょっとねケチっぽいところはね出ちゃいますよね。少しでも安いものとかね、なんかちょっとそれはね一人なのでしょうがないかな。で10ドルのねドミトリーとかにね宿泊してた頃からに比べたらね、もう今はねだいぶ贅沢な旅をしてるなっていうふうには思ってますけどね。ただねキラキラしたようなねラグジュアリーなホテルっていうのにはちょっと興味がなくてですね、私の旅動画では多分ほぼ登場しないかなっていうふうには思います。である程度ね広くてね快適でシャワーのお湯がたっぷり出ればねもういいかなっていうふうに思ってホテル選びをしています。ただねたまにはねいいホテルに泊まってみたいなっていうふうには思いますよ。でも一人だとだいぶ贅沢だし、ほとんどね部屋にいないですからね、行動してるので、なんかもうちょっと年老いた頃に贅沢できたらいいかなとかいうふうにはぼんやり思ってます。ということでね、宿泊代に関してはある程度予算を決めているんですけれども、立地とかすり合わせながら決めるようにしているので、ある程度ね予算オーバーしても安全を買うようにしています。で以前はねどこに行っても予算は1万円とかだったんだけど、2023年ねコロナ明けの4年ぶりの海外になった時はもうちょうどね円安っていうのもあってですね、宿泊費がねだいぶね高騰しましたね。でそれでいろいろ探してたらエアビーっていう民泊を見つけて、でホテルよりだいぶね安く泊まれるっていうことを知ったので、前回の旅から利用するようになりました。あとね海外ではね1人で泊まろうが2人で泊まろうが同じ価格なんですよ、ホテルって。なのでね娘とね2人旅してた時はねだいぶお得っていう風に思ってたホテル代なんですけど、1人になるとね結構同じ価格でもね高く感じますよね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はねヨーロッパ1ヶ月を旅してきた一人旅目線での旅の総額と、あと総集編を紹介させていただきました。これからね旅に行かれる皆様の、少しでもお役に立てれば幸いです。これまでも動画の方を配信してますので、よかったらそちらもねちょっと長い動画にはなっていますけれども、よかったらそちらの方もご覧いただけると嬉しいです。でこの後はですねパッキング動画とか、あとクレジットカードに関してもですね動画の方を上げていきますので、よかったら、今後の動画もご覧いただけると嬉しいです。ちなみに今回旅してきたモロッコで見てきた壁画が鎌倉スワニー様とのコラボ布として今年の2月に発売になりました。ちゃんとね旅が仕事に生かされておりますよ。でありがたいことにねこちらの記事はね好評につき販売終了となったんですけれども、第2弾も、もうすぐね予定しておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。で次回は旅に役立つクレジットカードをアナのオカマイラーとしての目線で紹介させていただきますので、ぜひ続きの動画もご覧いただけますと嬉しいです。この動画良かったよって方はグッドボタンで応援いただけると大変励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。